はい、こんにちは。南国愛親父です。今私はね、独立記念も近い、今超キットに来ております。旗がひらめいております。はい、今日はね、ここ超キットからカンポンバル KLCC に向かってね、歩いていきたいと思います。ここね、超キットからカンポンバルはね、マレーシアの下町情緒あふれる町、超キットの通りにあるドリアンを買いたいと思います。カンプンドリアンをね、買いたいと思います。 D24 がちょっと25リンギでね、ちょっと高いんでね、カンプンドリアン食べたいと思います。今日はね、カンプンドリアンの中でも黄色いやつをちょっと食べてみようかなと。これで2 kg。 あ、2キロ。ああ、 OKOK。 OK。 いや、今割ってもらってます。黄色いドリアンがどれだけうまいか。うわ、身はでかい、身はでかい、なかなか身はでかい。うまそう。一人で2キロ食えるか。おっさん放置プレイですこれを見てくれ、これだけ置いていきやがった。今日はね、2キロのカンプンドリアンを買いました。割ったらね、こんだけできてました。おそらくこれで全部だと思います。1房2房6房ぐらい出てきましたね。しかも身がぎっちり詰まったやつなんで、かなりの量ですね。これね、一人で食べて、味の方はね、以前食べたムサンキングと比べるとやっぱり甘さが薄くて、なんかね、クリームなんだけど甘さがちょっと足りないクリームを食べてる感じ。ちなみにね、お店の雰囲気はこんな感じです。はい。いやー、うまいですね。いや、なんかガンガン食えちゃいますね。2キロのドリアンといえども、この2キロのドリアンをね、完食しました。今日はね、種の個数でいうと全部でね、21個、種が21個ですはい、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまです。カンポンバルに歩いてくると、こういう風にマレーシアのね、住居が、庶民的な住居が見れます。そして庭にはこうやってね、バナナの木があったりと、本当にね、庶民の生活、これがマレーシア、ザ・マレーシアっていうね、懐かしい感じの家がたくさん並んでおります。そしてあそこにはね、マンゴーの木もありますよ。見てください、たわわなマンゴーができてます。ここすごいです。うわー、そしてにゃんこもね、本当にのんきに逃げないですからね、マレーシアの猫は。おい、この雰囲気すごいいいですじゃーんとツインタワーがね、よく見えます。ここからさあ、今からね、このカンポンバルとね KLCC を結ぶ橋を登っていきます。はい、この橋の名前がサロマピンタサンサロマっていう名前ですね。はい、ちょうど来た。行ってみよう。今橋の方上がってきました。これがね、今歩いてきたカンポンバルの街ですね。はい、こんな感じでいいですね。この下町風景やっぱいいですね。もう何回下町って今日言ってんだろう。はい、そしてここからね、この橋を渡ると急に見てください。もうね、ここね、いつも常にね、観光客がいますね。はい、地方から来たマレーシア人の方とかね、海外の人とかね、もう常に観光客いっぱいでございます。いやー、すごいな。なんか撮影してるのか、おい。こんな感じでね、常にね、誰か撮影してます、この橋では。はい、そしてこれね、夜もすごい綺麗なんですよね。あ、夜の写真ね、以前撮ったのがあるんで、この動画に貼り付けたいと思います。はい、こんな感じでね、橋を渡っていきます。いい感じです。はい、着きました。ここはね、ツインタワーのね、最高の撮影スポットとなっております。はい、すごいです。僕ね、何気に KLCC 公園夕方に来たの初めてなんですけど、なかなかね、綺麗ですね全然マレーシア在住10ヶ月ぐらい経つんですけど、全然知らなかったです。こういうなんか噴水ショーをやってるみたいで、すごいですよ。綺麗、むっちゃ綺麗。通りでね、さっき見てたら人がむっちゃ並んでるんですよ。ここ見えますかね。この噴水の前にすごい人が並んでて、さっきまで噴水やってなかったんですが、
なんでこんな人いるんだろうと思ったらこういうことでしたね。はい、すごい人がいます。向こうまでね人がいるんですけど、ちょっと暗くて見えにくいですけどね、実はこの噴水を皆さん見に来てるんですね。いやー、そして今日はね金曜の夜なんでね、多分みんな盛り上がってるんだと思います。すごいですよ。もうね撮影会場ですよここはみんな撮影してますこの辺にね並んでる人たちも後ろから撮っちゃいますけど、すごいずらーっと並んでいます。この綺麗な噴水をみんなで見ています。はい、ここ一番いいとこだな。すごいです。列が途切れません。人の並びが、人がこんなにいますよ。あそこなんて赤ちゃんがハイハイしてますよ。びっくりしますよ。はい、スリア KLCC です。はい、ここ一番いいのかな。ここすごい人です。もうここに割って入ることはもう不可能ですね。はい、特等席スリアに入る。スリア KLCC の中に入ってきました。すごいですね。さすが金曜の夜なんで人がたくさんいますね。はい、なかなかの人の量です。今フードコート見てるんですけどね、すごいですねこの人の数。いやー、紀ノ国屋書店に来てるんですけど、なんで僕はここに来たかというと、実はこれを撮るためです。ちゃんと映りません。噴水をねちょっと上から撮ってみようと思ったんですけど、反射で見えないですね。はい、でもこれ反射なかったらむっちゃ綺麗だと思いますよ。これ今ね8時ちょい過ぎなんですけど、噴水ショーがすごいことになってます。なんかねますます人が増えて、噴水ショーも派手になっております。見てください。写真を撮る人から、いやー、てな感じで、はいすごいっすね。というかこの噴水もすごいけど、人の数もすごい。これは一体週末だけやってんのかな。僕ね全然 KLCC の辺のこと詳しくなくて、たまたま来て本当見たぐらいなんですけど、すごい人の数ですよ。いやー、これはすごい。なんか終わっちゃったのかな。タイミングよく終わっちゃったっぽいですというわけで、いやもうせっかく KLCC まで来たんでね、このままブキビンタンの方のね夜の様子も見てみたいかな。ちょっと行ってみましょうかね。合計類に乗ってブキビンタンに移動してまいりました。眠らない街でございます金曜の夜です。今日はきっと止まらないでしょうね。これね、交通も車も止まらないし、人の流れも多分もう止まらないと思います。めっちゃ人がいます。すごい。なんだこの風船屋みたいなのが出てくるんだ、この時間になると。すごい流れ。ちょうど今信号が青だったんで流れがすごいです。青に変わりました。渋谷のスクランブルとまでは言いませんが、なかなかすごいです。そして人種のるつぼです。なかなかですね。これね、ヒジャブかぶった人とかインド系の人とか風船売る人とかすごいです。人種のるつぼ。そして夜のパビリオンです。こんな感じです。いやー、もうこういう方々も絶対観光者ですよね。西洋人系の方もたくさんいます。続々出てくる風船屋と、あと車がすごいね、渋滞ですね。このもうすぐロット10の前に行きますが、もうすごいです。車の音とバイクの音で
風船屋もう何人見たんだろう。すごいね。こういう子供用のおもちゃをいっぱい売ってるんだな。そりゃこの子も見るわなそりゃ見るわな。ロット店前、車が混んでるし、絵描きさんですかね。この人の顔が髪の長い美女じゃないよ。絵を描いてる。すごい。金曜の夜の盛り上がりって感じですね。なんかね、これこそザ・フライデーって感じですよ。ロット店の前の交差点です。こんな感じです。たくさんの人が待っております。モノレールで来た人とか、車の量もすごいです。あそこのマックの前もすごい人だな。そしていやもう絶対マレーシア現地の人じゃないっていう感じの人だらけですね。いかに観光客が増えたかってことですよね。喜ばしいことです、これは。こうして信号無視でね、元気よく渡る人がたくさんいるのもこの特徴ですね。そして渡ってドヤ顔するっていうのもね、見てください。彼ドヤ顔ですよ、もう渡ってこっち来いやって言ってお前何やってんだよ。何これお祭りなんすかね。ジュビルエマス2022 50って書いて50年のなんかお祭りがあります。でも何のお祭りかは分かりません。MRT の武器ビンタン駅の前がちょっとね屋台的なものになってます。夜になって急に。そしてこれはあれですね、よくあるラムリーバーガーですね。なぜかペタペタするというラムリーバーガー。これが今どういう状態なのかよくわかんないけど、ラムリーバーガーをなんか盛り上がってんだか盛り上がってないんだかよくわかんないこの屋台街です。静かに盛り上がってる感じですね。静かに。そして僕の大好きなキャットワールドを見つけました。キャットワールドです。このキャットワールドはあれです。誰かが餌を与えて彼らは喜んで食べております。なぜかここに人が集まってるのがなんだろう。なんか針金細工みたいなのでなんか作ってますね。すげえ、針金で自転車作ってる。彼は職人ですね。素晴らしい。そしてなんかあそこでシンガーが出てきました。歌を歌ってる方が。なるほど。歌を歌う人が出たり。すごい人だ。